さて、休憩もしたし、そろそろ出発するよ。揚げ芋で有名な肝別町の道の駅、大陽中山に来たのに、スタンプだけをして、何も食べずに次の目的地に向かうことになりました。揚げ芋やソフトクリーム、美味しそうだったね。食べたらいいじゃん。指をくわえてメニュー表を眺めなくったってさ。ガソリン代もバカにならないからね。お金は節約しなくちゃ。ぐぬぬ。さて、次の目的地は、京極町の道の駅、名水の里京極だよ。京極町、時代劇に出てきそうな名前だね。まあ、江戸時代から続く家柄の人に関係しているし、間違いではないかな。あ、そうなんだ。京極高則氏が農場を開いた場所が東倶知安村となって、今の京極町となり、名前の由来になったみたいだよ。かっこいい名字だな。ね、ちょっと憧れるよね。それでさ、名水の里ってことは水が特徴的だったりするの？というか、京極の水って聞き覚えがあるような気がしなくも。いや、やっぱりないや。見覚えくらいはあると思うのだけれども、セイコーマット知ってるでしょ？それはもちろん、北海道のコンビニだもんね。いつもお世話になっております。私はいつもモネちゃんのお世話してます。セイコーマートに売っている水が京極の名水という名前なんだよ。それは確かに聞き覚えがある。なるほど、そういうことか。道の駅の吹き出し公園で湧き出る水、料亭の吹き出し湧き水が環境庁の名水百選にも選ばれているんだよ。名水百選って初めて聞いたよ。水に味があるのかわからないけれど、まあ評価されているんだね。しかも1日に約8万トンを湧き出し、常にほぼ6点戻しを保っているのだとか。それってすごいの？国内最大級で約30万人の生活水に匹敵するのだとか。ちなみに京極町の人口は2724人だよ。湧きすぎでしょ。モネちゃんの玉が。違って、どうして私になるのさ。ごめん、冗談だよ。自然に恵まれて水に困らない生活ができて、本当に恵まれた環境だよね。そうだね。ということで、道の駅名水の里京極へ向かってね。オッケー。眩しくて目を閉じた光り輝く空は僕たちのこの出会い優しげに見守ってる。見上げれば雲一つなくて澄み渡る世界お互いを見つけられたのは鮮やかな思い出に導かれあの場所にたどり着いたからさ。日差し照りつけるような熱を帯びた日々は二人の恋を生活してのそれができないことを君は知ってた。眩しさに誘われて見つけられた大事な人がいる。それだけで歩いて行ける。いつでも
した二人ならあの時に重なった二つの手ぬくもりを思い出せるはずさ。日が沈むまで並んで二人歩いた道振り返るたび懐かしい日の思い出あふれる。明日晴れればいいなと君がそう願えば僕らの想い空へ花どうかたとえ明日届かなくともいつかは叶う。同じ空の下二人ならあの時に重なった二つの手ぬくもりを思い出せるはずさ。日差し照りつけるような熱を帯びた日々は二人の恋をせかすかのようにずっと繰り返す。照り返す光浴びて君が目を閉じればその時は唇を奪おうか。だけどそれができないことを君は知ってた。あの山ってお手山？そうだよ。存在感がすごいな。安心するというか、見守られているというか。この辺りの人々にとっては特に心の拠り所の一つとしてもあるだろうからね。パワースポットともされているようだし。確かに、力がみなぎってる感じがするよ。気のせいだよ。名水の里峡谷に着いたね。運転お疲れ様。ふっふっふ。この程度の距離、朝飯前さ。もうそろそろ夕方だけどね。もちこ、分かってて言ってるでしょ。まだ朝ごはんはいらないってことだよね。違うよ。余裕で簡単って意味だからね。うふふ。分かってるって。道の駅、というより、大きな公園みたいだね。吹き出し公園とか、ふれあい広場とかがあって、全体的に広いからね。ここはふれあい広場で、アスレチックやバーベキューコーナー、あと丘陵の上には展望台もあるよ。ほう、羊蹄山も映えるスポットだね。水が汲める湧き水がある場所は吹き出し公園の方にあるよ。名前からしてそうだろうね。まあ今日は行かないけれども。なんで？まだ明るい時間帯だし、次の道の駅にも行けるでしょう。おう、なるほどね。ほいだら、ちょっとスタンプをしちゃおう。これで6カ所目だね。よし、そしたらスタンプを押しに、次の道の駅に向かおう。そうだね。まあ次の場所ではスタンプは押せないのだけれども。それってどういう？